皆様こんにちは。つつじの遊び場へようこそ。このチャンネルでは主にプログラミング系の学習動画を上げていきます。今回は Salesforce の LWC で使えるコンポーネントについて説明していきます。はじめにコンポーネントですが、直訳で部品、構成要素といった意味があります。具体的には意味のある機能を部品として様々な場所から呼び出して使えるようにしたもの、これをコンポーネントと呼びます。ここからは実際に実装しながら説明しますので、私の姿はここまでです。一緒に勉強していきましょう。検証していくために Salesforce 上で表示できる中身が空のアプリケーションを用意しました。 LWC をアプリケーションとして作成する手順については今回の用紙からは外れてしまいますので、前回もしくは前々回の動画を参照してください。最初に最も基本的なコンポーネントとしてダイアログ表示をコンポーネント化してみます。実際には標準コンポーネントにモーダルダイアログの定義があり便利に使えるものではありますが、コンポーネント化の学習と割り切って作成します。Salesforce 上での LWC にはライトニングデザインシステムが適用されていますので、そのダイアログを検索して貼り付けていきます。ダイアログが表示されました。それではここからダイアログをコンポーネント化していきます。新規に LWC を作成します。ここではカスタムモーダルとしておきます。作成したら HTML ファイルに先ほど入力したモーダルの HTML タグを持ってきます。持ってきたら元の箇所に C-Custom-Modal というタグを入力します。自分で作成したコンポーネントを LWC ではカスタムコンポーネントと呼び、ルールとしてカスタムコンポーネントの先頭は C- で始まるハイフン区切りの小文字で呼び出します。この形式をケバブケースと呼び、 HTML や CSS、LISP などでは標準の書き方となります。 F12 キーで開発者ツールを開き該当箇所を確認すると新規で作成したコンポーネントが配置されているのがわかります。ですが現状ではボタンを押しても何の反応もありません。モーダルを非表示にする動作を何も設定していないためです。またモーダル右上のアイコンも正しく表示されていないようです。まずはアイコンから修正します。ライトニング標準コンポーネントにアイコンコンポーネントがあるのでこれを使います。既存のアイコン表示である SVG タグをこのコンポーネントに置き換えます。表示するアイコンについてはライトニングデザインシステムのアイコン定義を確認します。クローズで検索するとユーティリティ配下にちょうどいいアイコンがあることが分かりました。なので LWC ではユーティリティクローズを指定します。他の属性は画像が表示できない時の文字、マウスを乗せた時の文字です。動作確認すると閉じるアイコンが正しく表示されます。次に閉じる操作を作っていきます。閉じるボタンを押した時にカスタムイベントでクローズイベントを発生させるようにします。イベント発生箇所はモーダル右上の×アイコンとキャンセルボタンです。設定したらコンポーネントの呼び出し側でオンクローズイベントハンドラーを設定します。そしてクローズイベントを受け取ったらモーダルを非表示にするフラグを作成します。名前をディスプレイモーダルとしました。
ディスプレイモーダルが常にフォールスのままではダイアログは表示されませんので、コネクテッドコールバックという処理で True に設定しておきます。コネクテッドコールバックについては動画の最後の方で説明します。フラグを設定したら HTML 側では if true を使ってディスプレイモーダル True の時だけモーダルが表示されるように設定します。実行してみるとキャンセルや×ボタンでモーダルが閉じるようになりました。次にセーブボタンの動作を作成します。実際には保存するものもないので OK ないしはサブミットとしておきます。少し悩みましたがサブミットという名前を採用します。画面上のセーブボタンをサブミットとしてイベントハンドラーを仕掛けます。呼び出し側もサブミットイベントを受け取ってモーダルを非表示化する動作を作成します。なおキャンセルと区別するためにサブミットを押した時だけコンソールにメッセージを出すようにします。モーダルを開くためにわざわざ画面をリロードするのも面倒でしたので、ついでにモーダル表示ボタンも作成しておきます。サブミットボタンも無事に動作するようになりました。今度はモーダルダイアログの表示内容を呼び出し元から操作できるようにします。最初に API を読み込みます。API はこのコンポーネントの外側から値を受け取る時のインターフェースであることを LWC の実行ランタイムに通知します。まずはサブミットボタンのラベルを自由に設定できるようにします。@API で変数を用意してそれを HTML 側に設定します。同じようにキャンセルボタンのラベルも自由に設定できるようにします。モーダルダイアログのタイトルも同じように変更できるようにします。せっかくなのでヘッダーも指定された時だけ表示するようにしてみます。ゲットキーワードを使ってメソッドを書く構文をプロパティといい、 HTML や呼び出し側からは変数のように呼び出せます。デフォルト値も設定しましたので、まずは呼び出し元からは何も指定せずに表示してみます。ヘッダーを指定しなかったのでヘッダー部分がなくなりました。キャンセルとサブミットボタンは初期値のままです。ではモーダルダイアログの呼び出し元からこれらの値を設定します。変数名もケバブケースで指定します。ボタンの表示も日本人に馴染みよくしておきましょう。
この状態で動作確認を行うと、ヘッダーとボタン名称が好きに上書きできるようになったことがわかります。今度はモーダルダイアログの内側について、呼び出し元から自由に操作できるように修正します。まずコンテンツ部分をスロットタグに書き換えます。次に呼び出し元ではコンポーネントの内側に表示したい内容を書いていきます。これを表示してみると、中身が指定した通りに書き換えできることがわかります。今度はモーダルダイアログの本文だけではなく、ボタンを配置しているフッター部分にも自由にアイテムを配置できるようにします。スロットタグが複数必要になるので、それぞれにネーム属性を指定します。今回はボディとフッターです。呼び出し元では埋め込む箇所の名前をスロット属性で指定します。動作確認してみると、該当のスロットタグ2箇所分が親コンポーネントで指定した内容に置き換わっていることがわかります。せっかくなので実装の整理をしていきます。モーダルダイアログを作ったは良いですが、その表示制御を親で全てやってしまってはソースがかなり汚れます。そこで表示制御に関わるコードをココンポーネントに持っていくことを考えます。表示フラグ名は isDisplay とします。代わりに親コンポーネントで行っている表示制御を削除していきます。親コンポーネントの中身がだいぶすっきりしました。ではココンポーネントは何を起因に表示させるのかというと、@API を指定したメソッド showModal を作成します。親コンポーネントからは画面上に存在する C カスタムモーダル語クエリーセレクターというメソッドで取得し、ショウモーダルメソッドを呼び出します。これでモーダル表示ボタンをクリックした時、モーダルが表示されるようになりました。親コンポーネントで画面を閉じるだけのイベントは削除してしまいます。代わりにココンポーネントでは明らかにモーダルダイアログを消す操作のキャンセルや閉じるボタンを押した時にモーダルダイアログが非表示になるよう修正します。サブミットイベントだけは残しましたが、これはモーダルで OK を押した後に何かの処理を実行し、成功した時だけモーダルを非表示化したいという使い方が考えられるためです。代わりに親の JavaScript から任意のタイミングでモーダルダイアログを非表示化するクローズモーダルメソッドを作成します。
見直してみると、モーダルダイアログの構成はダイアログの他に薄暗い背景もあることに気づきましたので、非表示を行う構成を修正します。ここでデバッグしてみます。サブミットイベントは確かに発生していますが、ダイアログが非表示になりません。サブミットイベントのイベントハンドラから追いかけると、クローズモーダルって設定するフラグの値が逆でしたね。修正して動作確認すると直っていることがわかります。ここまでで LWC のコンポーネントのデータの扱いについて整理します。コンポーネントが親から値を受け取るときは@API って指定された変数で受け取ります。その方法は HTML タグの属性値が基本ですが、 JavaScript から直接呼び出すこともできます。逆にココンポーネントで何かあった場合に親に通知する方法は JavaScript のイベントとして通知します。受け取る親はイベントハンドラとして ON を先頭としたイベント名で受け取ります。次に親コンポーネントからココンポーネントに表示内容を受け渡す方法を整理します。@API って指定した属性を使う方法は先ほど話した通りです。もう一つはスロットを利用することで、ココンポーネントのスロットタグで記述した箇所に任意の HTML を埋め込むことができます。では最後にライフサイクルについて説明します。LWC のコンポーネントは新規に作成された時、画面上に配置された時、表示が完了した時など、特定のタイミングで決まった名前の処理が実行されます。これをライフサイクルイベントと呼びます。ライフサイクルの確認用のコンポーネントを作成し、よく使うライフサイクルイベントを実装していきます。親コンポーネントから呼び出せるように指定していきます。まずは@API を作成して、どのタイミングで設定されるのかを確認します。変数で受け取ってしまうと、設定時にコンソールに書き込むことができないので、ここではセットキーワードでセッターメソッドとして作成します。@API ってセッターメソッドを定義する場合、ゲッターメソッドも必ず定義する必要があります。作成しなかった場合は実行時にエラーとなります。次はコンストラクターです。コンストラクターはコンポーネントの呼び出しの最も最初に実行される処理です。必ずスーパーで親クラスであるライトニングコンポーネントクラスのコンストラクターを呼び出してから処理する必要があります。なお、コンストラクターの呼び出し時点では画面上には表示されていませんので、画面要素にアクセスするクエリーセレクターなどを実行することはできません。続いてコネクテッドコールバックですが、このメソッドは親コンポーネントの画面上に配置された時に呼び出されます。大抵の場合、ここで初期化などを行うことが多いです。レンダードコールバックは画面表示処理が完了したタイミングで呼び出されます。クラス変数なども一通り画面上に埋め込まれ、表示が完了したことを意味します。画面表示後にサーバから何かを取得する、ココンポーネントから何かを取得するなどしたい場合に使います。ディスコネクテッドコールバックは親タグから削除された後に呼び出されます。画面から削除された際に入力内容を一時保存しておくなどの目的で利用することができます。最後にエラーコールバックです。現在の構成では動きませんので、また改めて説明します。
親コンポーネントから属性値を設定し、コンポーネント自体を表示したり非表示にしたり操作できるようにします。ライフサイクルコンポーネントを表示したり非表示にするメソッドを定義しています。ボタンを配置し、任意にコンポーネントの表示・非表示制御ができるようになりました。属性で設定した値を画面上で確認できるようにしましょう。コンポーネントを表示した瞬間にコンストラクター、属性値の設定、コネクテッドコールバック、レンダードコールバックの順に処理が走ったことが分かります。逆に画面上から削除するタイミングでディスコネクテッドコールバックが走ったことが分かります。最後に先ほど説明をスキップしたエラーコールバックについて説明します。エラーコールバックはココンポーネントでエラーが発生した場合にその例外を受け取るコールバックです。ここではライフサイクルコンポーネントのコンストラクタで例外を発生させます。その親コンポーネントでエラーコールバックを実装して例外の内容をコンソールへ表示するようにします。実行してみると、ココンポーネントのコンストラクタで発生した例外を受けてどのような例外が発生したのかを表示することができました。どちらかといえばデバッグ目的のコールバックという印象です。本日の解説は以上となります。お疲れ様でした。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけるとモチベーションになります。